今日はピラティスあるある腰が痛いんですについてお話ししていきたいと思います。ピラティスね、エクササイズをしていると腰がね痛くなる方って意外と多いと思うんですね。何を隠そう、私はエクササイズをするとですね、昔本当に腰が痛くって、確かになんか腹筋とかね、使われてる感じはするんですけど、同時に腰も痛いみたいな感じでね、ちょっと悩んでいた時期がありました。でもやっぱインストラクターっていう立場からね、やっぱりエクササイズ皆さんに教えるので、回数が普通の方よりも多いので、これはなんか職業病なのかなみたいな風にちょっと思っていたところもあるんですけど、実はそういうわけではなかったっていうのが、体をね、緩めて整えることをやってから気がついた点であったんですね。なので、多分ね、皆さんエクササイズ、ピラティスやりに行って、よーし、じゃあコアを使うぞと思って、なんか使った気がするけど、いててて腰が痛いっていうね、方多いと思うので、今日はね、一緒にどうして腰が痛くなるかについて考えて、じゃあ腰が痛くならないやり方ってどうしたらいいかっていうことについてレッスンしていきたいと思います。で、まず、ピラティスの基本のポーズっていうのがあるんですけど、こうですね。だいたい横から見たときに足がね、こう90度ぐらいの角度になってて、で、足と足の幅は拳1個分ぐらい。で、骨盤が床とね、平行になってるので、腰の下に少し隙間があります。っていうのが多分基本だと思うんですけれども、このね、腰の下に隙間がありますが、結構ね、重要なんですよ。で、これね、何も言わないで、普通にね、私のスタジオに来た方に、じゃあちょっと仰向けに寝てくださいって言って、膝立ててみてくださいって言うと、ほぼほぼ9割ぐらいの方がね、こう寝ます。見えるようにちょっと手上にしますね。さっきのと違いわかりますこれ。さっきのこう。一般の方こう。これね、骨盤が自分の方に傾いてて、背中の下に隙間がない状態なんですね。で、なぜこれが起きるかというと、以前からね、動画見てくださってる方は、お気づきかもしれないですけれども、骨盤が後傾していて、猫背の状態にあると、ほら、ここがね、ペタッと床についてしまうわけです。で、骨盤が自然と前傾していると、ここ、背中のね、S 字のカーブがあるので、床に寝た時にちょっとね、この腰の下のところに隙間があるわけです。で、本にもね、書きましたけれども、やっぱり西洋人と日本人ってね、体の使い方が少し違っていて、やっぱ骨盤が後傾してる方が日本人は多いので、仰向けに寝て膝曲げてくださいって言うと、大抵の方が骨盤が後傾して自分の方に向いていて、背中の下にね、隙間がないんですね。でも、ピラティスとかそういうエクササイズって腰の下に隙間がありますっていうのがまずベーシックの形ですっていうふうに教えられ、私もそういうふうに教えていただいたので最初習った時は、じゃあそれが正しいんだって思って、じゃあ骨盤が後傾の方がその形を作ろうとするとですね、ナチュラルに寝たら隙間がない、こうですよね。こう。で、腰の下に隙間作ってくださいって先生に言われると、はいって作るわけですよ。ってことは、これ力を入れて作ってるんです。この状態を。ナチュラルにこうじゃないんですよ。こうがナチュラルなので、よいこらしょって作ってるので、すでに腰に力入ってるわけです。で、ここから、じゃあ足上げましょうとかってこう上げたら、それは腰に負担がかかるので、エクササイズをすればするほど腰に負担がかかるのが想像できると思うんですね。で、まさに私がそれを昔やっていたので、私は腰が痛かったんですね。でも今は寝るとナチュラルに腰の下に隙間ができる、骨盤が前傾しているので、今はエクササイズしても腰が痛くならないですね。これで少しね、腰が痛くなる理由が分かったと思います。では、じゃあ一体どうしたらナチュラルにね、じゃあその骨盤前傾で
腰の下に隙間ができるかっていうお話をしていきたいと思います。皆さん多分、じゃあ、ハコさんのことだから、股関節を緩めようとかね、お尻歩きでしょって多分今、私の動画をね、たくさん見てくださってる方はね、思ったかなと思うんですけど、もちろんそれも大事なんですけど、今日ね、やりたいのは骨盤底筋を緩めるっていうのをやりたいんです。で、なぜ骨盤底筋を緩めたいかっていうとですね、皆さん骨盤底筋は引き締めるんでしょって絶対今思ったと思うんです。これを見ている方は。骨盤底筋はキュッてするのよっていうのが、一般的な考え方ですよね。今骨盤底筋トレーニングとか、ね、いろいろ雑誌とかにもあると思うんですけど、本当に骨盤底筋を締められる人って緩められるし締められるんですよ。動かせるからトレーニングしてもいいと思うんですけど、多分皆さんは骨盤底筋が固まっちゃってる状態なんです。キュッとこうね、固まっちゃってる状態で動かないんですね。で、この骨盤底筋が固まってるとどうなるかっていうと、骨盤底がね、キュッとなったら、キュッとこう、お尻が下に下げられちゃうんですよ。ちょっと骨盤、後傾のまま固まってる状態なんです。で、これがちゃんと骨盤底筋が緩んで、緩めば、よいしょっと、こういう風に座りやすくなるんですね。で、骨盤底筋を鍛えれる人っていうのは、鍛えれる、使える人は、緩められるし、縮められるし、使えるしっていう、伸び縮みができるからいいんですけど、多分一般の方はお尻を締めて骨盤底筋がギュッと固まってって、このままの状態の方が多いので、まず緩めてあげることで骨盤が前傾しやすくなる。それで腰の下に隙間ができやすくなるっていうのをやっていきたいと思います。やり方はですね、簡単です。まず、四つ倍になります。で、この時に骨盤が前傾になりたいので、ちょっと腰をね、ストンと落として、お尻の穴が天井に向いているようなね、状態を作っていきたいと思います。でこの時に注意したいのが、そうか、お尻の穴天井ねっていうことで、よいしょって力でやっちゃうと腰が痛くなるので、ちょっとストンと落とすような感じ。で、お尻の穴が天井を向いてるつもりですね。つもりで、左右にお尻をね、ふんふんと振ってみましょう。で、この時ね、注意したいのが、これだと、ただ足がね、動いてるだけで骨盤底筋緩まないので、足はあんまり動かさないで、尻尾振るみたいな感じですね。ここだけ、左右に尻尾振る。みたいなイメージでやってみてください。でこの時にお尻がこういう風に下がっちゃうと結局骨盤底筋がキュッと縮まっちゃうので、ここを開く感じですね。で、お尻天井。できたらちょっとぐるぐる回してみましょう。でこれ回す時に、後ろに行く時に、背中がね、丸くなっちゃう人が結構多いので、骨盤前傾のまま回してみてください。反対回しもしましょう。はい、OK です。では、仰向けに寝てみましょう。はい。で、膝を立ててみると、どうでしょう。さっき寝た時よりも自然にね、骨盤のここね、前傾になって背中の下に隙間がね、できやすくなってるっていうのが感じられると思います。これがナチュラルに腰の下に隙間がある状態なので、これがナチュラルな人はこれを作ってしまう。だから腰が痛くなるっていうのがね、わかると思います。はい。で、今のね、腰の下に隙間ができて寝てるっていうのは、ピラティスで言うと基本の、寝たポーズになるわけなので、あの状態からいろんな動きを行うわけなので、その基本のポーズをすでに腰に力を入れて作ってたら、いろんなエクササイズをするたびに腰に全部負荷がかかるので、やっぱりどうしてもね、腰が痛くなってしまいます。エクササイズをする前は、まずその基本のポーズがナチュラルにできるかっていうところを意識して
それから行うようにしていきましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。